前回、天然のトラフグ。そうすると、花のぼっちみたいなのが出てきますよね。これが天然トラフグの白子。天然トラフグを2尾さばいて、白子酒作って飲んでみましたけどもね、美味しかったですよ。あれから3日経ちまして、身もいい感じになりましたので、今日はこちらの身を使って、鉄砂と、で、この皮を使って、鉄皮作っていきたいと思います。あらはまた鍋とかにして食べましょう。で、ヒレは、こういうね、ガラスとか、こういうところにペタッとね、くっつけるんですよ。で、カリッカリにして、軽く炙って、ヒレ酒にするんですよ。で、こっちがオスだな。で、こっちがメス。で、メスの方が身が厚くてうまそうですね。こっちを鉄砂にしていきましょう。そしたらまず鉄砂から作っていきましょうか。まず身のここにお尻みたいなとこがついてますよね。これウグイスっていう部位で、ここもね、お鍋とかにするとまた何とも言えない食感と旨味があってね、とてもうまいんですよね。こういう風に V 字にカットを入れたら、このお尻の方ですね。ここをピュッとやって、ビビビビビッとこう引っ張ると、はい、こういう風に取れますんでね。これがウグイス。で、僕トラフグの部位の名前いろいろ言ってますけど、地域によってはもしかしたら名前違ったりするかもしれませんのでね。また気になる方はいろいろ調べてみてください。はい、そしたらウグイスが取れたら身を下ろしていきますね。で、トラフグの身はもう大身下ろしで OK です。頭の方から大身下ろし。こういう感じですね。で、トラフグは骨も鍋にするとうまいので、最悪骨の方に身がついてても全然いいです。で、むしろ鍋用にするためにわざと骨に身を残しておろすっていうのも僕ありだと思います。でも今日は鉄砂にしますんで、できるだけ骨に身がつかないようにおろしていきます。こっち側はこういう風に徐々におろしていくと、こんな感じですね。一頭おろしみたいな感じですね。はい。とても簡単です、フグの身おろしは。で、これ美味しい骨ですね。いい出汁が出ます。で、骨も3等分ぐらいにしておきましょう。こんな感じ。そしたらここですね。この赤いヒレの筋肉みたいなところですね。ここを取っていきます。ここは血とかではなくて、身ですので、毒はないです。食べられるんですけど、鉄砂にした時に見栄えが悪いので、ここは取っちゃいましょう。これも鍋に入れるととてもうまいです。で、こっち側も取っていきます。背中と、で、こういう風にお腹の方にもついてたら、お腹の方も取っていきましょう。で、こういう風にたまに苦玉の色素が身についてる場合がありますんで、これもね、削っちゃいましょう。結構ね、こうやって黄色の色素がついちゃってますんでね、こういうのは取っちゃいます。はい、こんな感じですね。そしたら今日はね、1本にしときましょうか。片身1本使っていきます。そしたらこの状態になったら、ここにまだ薄皮がついてますんで、尻尾の方から包丁を入れて、薄皮を剥いでいきます。これですね。この薄皮が結構強いので、これ取っちゃわないと口の中にかなり残りますね。結構強いです。で、この薄皮も軽くボイルして、鉄皮にするとうまいです。これが薄皮が取れたフグの身ですね。もうピカピカです。で、そしたら、鉄砂いろいろ引き方あるんですけど、まずは幅をきれいに揃えていきます。こういうところをビーッと、ちょっともったいないかもしれないですけど、これ取っちゃいます。で、この端材は端材でまた鉄砂にも使えますんでね。とにかく形を揃えること。こうですね。はい、これ綺麗な棒状になりました。そしたら、ちょっとこのフグはね、厚みがありますよね。頭の方からちょっとこう包丁を入れて、こういう風に、ちょっとだけ削ります。そうするとこの厚みも均等になりますんでね。そうしたら尻尾の方から削いでお皿に盛り付けていきます。この鉄砂がね、難しいんだよな。で、切り方なんですけど、しっかり押しつつ切る。押しつつ引く感じですね。こんな感じ。で、削いだら先っちょをちょっとつまんで、で、引っ張って盛り付けると。押しつつ引く。で、薄く切って先っちょつまんで、引っ張りながら置くと。こういう風にどんどん切っていきます。やべえ。今までで一番下手かもしれん。なんでだろう。頭では分かってるのにできねえ。削いで折って置く。ちょっとこれやばいね。難しい。
でもこれテッサってなんでこんなに薄く切るか知ってますか？少しの実をたくさんに見せようと思ってこんなに薄く持ってるわけじゃないんですよね。フグはね、身がとても硬いんですよね。だから普通の白身みたいな感覚で切ってお刺身にするともうゴリゴリして口の中でもうゴムみたいになってて美味しくないんですよね。ただこういう風に薄く切ることによってこう口の中でふわっと溶けてね、うまいんですよ。ポン酢とよく合う美味しい白身なんですよね。で、今回は半分スタイルでいきますね。で、ここにネギとか、あと鉄皮も置きたいんでね、ちょっとここは開けておきましょうか。はい、こんな感じに半周作れました。そしたら今日はね、もうすぐお正月なので、縁起よく、金粉を、ふわ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 ーっと、ささささささっと。この金箔にもね、賞味期限ってあるみたいですね。賞味期限もうすぐ切れちゃうんでね、これ使っちゃわないとダメなんですよ。パッパッパッと。こんな感じ。そしたら一度これ冷蔵庫で冷やしておきましょう。そしたら次はこちらですね。フグの皮の処理ですね。フグっていろんな種類がいて、この皮にも毒があるフグもいるんですよ。でもこのトラフグは皮には毒はありません。むしろ皮をボイルして、で刻んでポン酢で食べる鉄皮っていうね、料理がね、絶品なんですよね。でもその鉄皮を作るには、このフグのトゲトゲ。ものすごいトゲトゲがあるんです。このトゲトゲを取らないと、鉄皮では食べられません。この黒い方が背中の皮。で、この白い方がお腹の皮ですね。で、まず最初の工程としては、この皮の内側、ここにね、もう一枚皮があるんですよね。これをね、トウトウミって言って、薄皮みたいなもんです。これを取っていきます。で、そのトウトウミの上に、こういうね、粘膜がついてるんですよね。これをね、なめたれっていうんですね。このなめたれはね、鉄皮にした時に、舌触りが良くないんで、これなめたれはしっかり取ります。だいぶ取ったんですけどね。そしたらトウトウミを外していきましょうか。お腹の方は、こう頭の方から、ちょっと切れ込みを入れて、で、取っかかりができたら、剥いていきます。これですね。いててててて。はい。あら不思議。皮が2つになりました。で、こっちのトウトウミの方は、トゲがついてませんのでね。これもボイルして食べられます。で、これがフグの皮ですね。で、お腹の方はね、本当にトゲが痛いです。これ後で取っていきましょう。で、次は背中の方ですね。背中の方にもトウトウミはついてます。背中の方も処理は同じですね。これね、粘膜、なめたれがあったら、こういう風に取っていきます。これですね。これなめたれ。そしたらこの背中の黒い方は、尻尾の方に切れ込みを入れて、尻尾の方からトウトウミを剥いていきます。はい、これですね。これが背中の方のトウトウミ。そしたらいよいよこのトゲを取っていきましょう。で、トゲを取るときにポイントは、皮をピタッとまな板につけることですね。乾燥してたら、ちょっと軽くね、こうやって濡らしてあげます。木のまな板の方が水分を吸い取ってくれますんで、やりやすいですね。で、この背びれの穴ですね。これを、このまな板の角っこに、引っ掛けます。で、トゲがある部分は、こっからここまでですね。尻尾のところにはトゲありませんので、ここら辺からスタートで、トゲを削いでいきます。で、これでここら辺から、こういう風に入れていきます。で、どんどん前に進むイメージじゃなくて、もうとにかく包丁を上下に動かして、ゆっくり進んでいく感じですね。もうほんと少しずつ削いでいく感じ。こんな感じですね。で、ずれてきたらこうやって引っ張って、ピタッとくっつけて、少しずつ確実に、トゲを取っていきます。でも結構うまくいってんじゃないかこれ。ちょっと切れちゃったな。本当になかなかね、包丁がね、進んでいかないんですよね。はい、こんな感じで取れました。ちょっと丸はげになっちゃいましたね。ほんで、これ触ってみてトゲがないかチェックします。ここら辺トゲあるな。で、トゲがあったら、確実にトゲは取ってください。これ取んないと口の中入れた時にめちゃくちゃ痛いです。本当にね、気になるなーとかのレベルじゃなくて、マジで痛いんで、これしっかり取りましょう。怪我します。で、こういうとこ揃えて、はい。そしたら半分こういう風に取れました。ちょっとここら辺行き過ぎちゃいましたね。よし。そしたらもう半分もやっていきましょう。ここら辺からトゲが生えてるんで、ここら辺からスタートしていきます。ちょっといい感じじゃないかこれは。で、ちょっとずれてきたらピタッとくっつけて、もうとにかくコツはピタッとさせること。それが一番大事ですね。で、ゆっくり上下に動かすこと。すげえうまくいってる。ほら。
お、いいねいいねいいね。よし、来た。ああ、うまくいった。これが取れたトゲですね。で、これが処理の終わった皮です。もうトゲは一本もありません。ツルツルです。あとはこれをボイルして刻むだけですね。この状態にするのが本当に難しいんですよね。じゃあ次はこっち。難しい方ですね。フグのお腹の方ですね。そしたらここら辺からトゲが生えてるんで、ここら辺からスタート。これ一発目がね、大事なんですよね。よし、一発目入りました。そしたら包丁を上下上下に動かす。で、ずれたら絶対直して、うわー、ちょっとうまくいかねえな。だいぶ失敗しちゃいましたね。大きな穴が開いてしまいました。これむずいわ。よっしゃー。じゃあそのさっきの失敗を生かして、こっち側やってみましょうか。で、結構水でね、濡らした方がいいな、これ。ここからね。お、なんかうまくいってるぞ。これ包丁でこう伸ばしつつ、こういうことだ。で、ある程度進んで、ちょっとシワが寄ってきたら、こう伸ばす。あ、これだ。すげえ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 。ほら。ほら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 。分かってきた分かってきた。ほら。包丁の角度も分かってきた。結構斜めの角度に入れちゃっていいな。よっしゃー。はい、お腹の方もできました。ほら、お腹の方どうでしょうか。こっち側は最初ですね。で、最後の方はね、こう綺麗にできました。確実に上達してますね。こうできなかったことが徐々にできてくるこの感覚が、なんかすっげえ楽しい。これもっとやりたいな。10枚ぐらいやりたい。もうなんか一日中やってたい、これ。さあ、そしたら2回目行きましょう。よし。うまくいった。これが取れたトゲ。で、これが取り終わったところ。ほら。よーし、うまくいった。うわ、達成感半端な。はい、そうしましたら皮を湯がいていきましょう。まずはこのトウトウミのとこですね。トウトウミはそのままボチャンと入れちゃいましょう。もうさーっとで大丈夫。もう大体10秒ぐらいで OK ですね。こんなもんですね。そしたら冷水に落とします。はい、そしたら次はトゲを引いたマカワを茹でていきます。で、茹でる時なんですけど、トゲを引いたところはこれ薄いので早く火が通ります。トゲがない尻尾側の方が分厚いので、尻尾側の方から茹でていきます。ザブザブザブと。で、尻尾側がこういう風にある程度火が通ったら、ポチョンと落とします。でもすぐ茹だりますんでね、もう5秒ぐらいで OK ですね。こんなもんで OK。で、次こちら、お腹の方。お腹の方も一緒ですね。ちょぼ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 と入れてって、で、尻尾の方がこういう風にクリーンとなったら、ポチョンと入れます。そうすると分かりますかね、こう、透明になるんですよ。これが鉄皮です。はい、茹で上がりましたと。これが一番上手にできましたね。そしたらこれ水気をしっかり取っていきます。で、このフグの皮っていうのはね、これゼラチンなんですよね。なんで本当はこの水気をしっかりと切って、冷蔵庫で1日ぐらい寝かすとゼラチンが安定して、より食感が良くなるんですけど、今日はそんな待って取れないんで、裏技を使いますね。で、トウトウミのこの内側の方ですね、まだぬめりがついてますんで、ペーパーでこうぬめりをね、取っていきます。そしたらバットにラップをピタッとさせて、で、そこに皮を並べます。こうくっつかないように皮を並べていくと。で、乗り切らなかったらもう一回ラップして、その上からさらに皮を置くと。これで一回冷凍してカチカチに凍らせます。そうするとね、とても切りやすいです。なんでこれ一回ね、冷凍しちゃいます。すぐ凍りますんでね。はい、ではでは、凍りました。こういう風にね、半氷ぐらいになりました。この状態で刻んでいきます。これ半分にして、ザク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 と切っていきます。で、フグの皮はね、押して切るって感じですね。弾力がありすぎて引き切りでは切れないんですよね。なんで押して切るっていう感じ。
こうやってザク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 と。もう早くしないと溶けちゃうんでね。溶けたら本当に切りにくいので、凍ってるうちに素早く切っていくと。このマカワとトウトウミでは味の食感が違うので、こう切ったらこう混ぜてあげる。こう混ぜることによって旨味のあるトウトウミの部分とこの食感が強いマカワの部分が混ざって美味しい鉄皮になります。はい、結構たくさんできましたね。そしたら小皿に入れて、で軽くネギを散らして、でもみじおろし。これで鉄皮の完成。はい、そしたらその鉄皮をここに置いて、でネギを切ってネギもここに置くと。でそこにかぼすを切って盛り付けて、で食用菊もあったんで食用菊もポンと置いたら、はいこれで天然トラフグのお刺身と鉄皮の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。時間かかった。フグは時間がかかる。で、この鉄砂を引くよりも、この皮の方が実は時間かかるんですよね。僕が遅いだけっていうのもあるかもしれないですけどね。ほんと職人さんはすげえわ。そしたらまず鉄皮にポン酢をぶっかけて、で、お皿にポン酢も入れて、じゃあまずは身からいきましょうか。この脂の乗った真冬のメスの天然トラフグ。こう一枚一枚ちょびちょび食べていくのもいいんですけど、もう今日は一人なんで豪快にこういかせていただきます。ポン酢にたっぷりとつけていただきます。これ。上手にできてる。甘みが強いな。で、熟成具合もちょうどいいですね。フグの鉄砂って歯応えだけであんま美味しくないよねっていう方いるんですけど、本当に美味しい時期のフグってマジで別格なんですよ。噛めば噛むほどこの甘みの強いフグジュースが口の中にジュワッと出てくるんですよね。めちゃくちゃうまい。次こちら。地味にこれめっちゃ好きなんですよ。鉄皮。しかも自家製ですよ。いただきます。うまいわ。いい歯応えしてる。プリンプリンのパッツンですね。噛んでると口の中から逃げてくんじゃないかなっていうぐらい、そのぐらいブリンブリン。はい、ということで今日はこちらのトラフグの鉄砂と鉄皮ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん！銀のやつ。日本酒でもいいけど今日は気分的に銀色のやつ。本当はお鍋もあるとなお良かったですけど、尺の関係上今回はね、お鍋はカットさせていただきました。お鍋は明日作って食べたいなと思います。はい、こちら7対3ですね。いただきます。ごちそうさまでした。ということで、今日は自分でさばいた天然トラフグを使って、鉄砂と鉄皮作ってみましたけども、でも味は抜群ですね。でも鉄砂の盛り方が、ちょっと気に食わなかったですね、今回は。あのぐらいのサイズ感のフグが一番さばきやすいですね。フグさばくのは比較的簡単なんですけど、その先、本当に奥が深いなと、今日改めて感じましたね。フグの皮のトゲ取りもね、もうまだまだ下手っぴですけどね。なんとなく今回ので、コツはつかめました。ちょっと近々はまたやりたいですね、フグ。というわけで、今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。